今日は古流棒手裏剣大会の競技種目変化 A、 あれを再びやって遊んでみようと思います。変化 A ですけれども、ルールをもう一度簡単におさらいします。まず変化 A の場合、的は1つ、高さは的の中心まで、一番下から的の中心まで145センチ、こちらは変わりません。で、距離ですけれども、打つ人間が変化します。一番最初に1剣半 2.7 メートル、2剣 3.6 メートル、2剣半 4.5 メートル、そして3剣 5.4 メートル、こちらを移動します。1剣半から打剣、2剣から打剣、2剣半から打剣、3剣から打剣、この4回が終わったらまた再び1剣半に移り、2剣、2剣半、3剣と打つ人間が下がりながら打ちます。剣の重さは 100g 未満であれば全て同一の距離で行われます。手裏剣は8本で参加可能です。前回ですけれども、私がこの変化 A、 これをやった時に49点でした。あれはもう少し上回りたいです。それと今回は2回ちょっとやってみます。一つは普通に、もう一つは、ちょっと自分なりに戦略とかそういったものを考えながらやっていこうと思います。まずはオーソドックスな形でやっていこうと思います。1剣半2剣、2剣半3剣、また1剣半に戻って1剣半2剣、2剣半3剣、それぞれの場所から打剣します。8箇所で打剣することになります。持ち時間は2分以内に8箇所すべての打剣を終えます。この時間の使い方、これが一つの戦略だと思います。手裏剣8本、80点満点ですね。前回は49点でした。今回は上回りたいと思います。早速やってみます。得点ですが、これも5点ですね。5点に4本、6点に1本、8点に1本、9点に2本。言い訳ではないんですけれども、途中でこの2本がクロスしたのが見えました。真ん中狙いにくいなと。で、最後の1本を大きく外してしまった。得点は52点です。52点、得点は52点でした。前回の49点から3点アップ。ただし決していい点数ではありません。もう少し練習が必要です。この後ろに下がりながらの移動打ちというのがやはり意外と難しい、見ている以上に難しいものがあります。ですので次なんですけれども、ちょっとやり方を変えてみようと思います。大会は1回勝負ですので52点が得点になるんですけれども、ちょっとやり方を変えてやってみたいと思います。大会のルールでは競技エリア、つまり一番最初は1剣半に
片足が入っていればいい。1軒半から2軒のところに片足が入っていればいいというルールです。そして2軒から打つときには2軒半から2軒の間に片足が入っていればいい。これがそれぞれ2軒半のときには3軒から2軒半の間に片足が入っていること、これがルールです。そしてこの移動打ちが難しいのは自分が大きく移動するから、移動するたびに下を見て場所を確認して視線を上げる、こういったところも意外と難しくなっている要因の一つだと思うので、この移動を極力少なくしてみようと思います。つまり最初に2軒ぐらいのところに立ってわずかに片足を出して1軒半に片足を入れます。ここで打鍵をした後で半歩だけ下がる。そして次は3軒のところに立って片足を出して競技エリアに入れます。わずかに下がって3軒から打つ。これだと移動は少なく済みます。このやり方でやってみたいと思います。ちょっとずるいようなやり方ですかね。ただ得点なんですけれども、ちょっと伸びてないんですよね。5点に4本、7点に2本、8点に2本なので50点伸びてないですね。1本目で大きく外した後でほとんど距離が変わらないので2本目で修正ができるっていうパターンが多かったです。ほとんどそのパターンですね。だから半分を5点に外して半分を中に入れている。2本目で修正できるっていう強みはあるんですけれども、ちょっと得点は伸びませんでした。というわけで今日は古流棒手裏剣大会の大会種目変化 A を再びやって遊んでみました。正直な話を言うと2回目の時もう少し点数が伸びるかなと思ったんです。自分自身がほとんど移動しないので同じところから打てる。なので確かに2本目は修正が効いたんですけれども、ちょっと1本目で外しすぎてしまった。それであればこまごました一回一回一番最初にやったように距離に合わせて自身が移動して打った方が私自身はどうやら得点が高いようです。結局ね、戦略2回目に同じようなところから打てるから点数が高くなるかっていうとそこがね難しいところ。修正が効くっていうメリットはあります。ただやってみて私自身はどの距離だろうが結局打つのはその場で打つのは1本だとしたら一本一本きっちり距離を変えた方が集中できるような気がしました。この辺は慣れとか練習の仕方とかもあると思います。それぞれの戦略あると思います。一応ねこんなやり方を思いついたのでちょっと試しに遊んでみました。こんな形でもし何か気になるようなこととかありましたらコメント欄の方に書き込んでいただければ対応させていただきますので気軽に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。
では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。